こんにちは、旅ちゃんぽんです。成田空港から約6時間、ロイヤルブルネイ航空を利用して1泊2日でブルネイダルサラームに行ってきました。三重県とほぼ同じ面積を持つボルネオ島の小さな国ブルネイの魅力をお伝えできたら幸いです。成田空港第1ターミナルです。11時45分、ロイヤルブルネイ航空で出発です。ロイヤルブルネイ航空は日本ブルネイ間を直行便で運航する唯一の航空会社です。今回の旅程はこんな感じ。航空券は2万円台から購入することができます。エコノミークラスは3列3列のシート、クッションとブランケット、各座席のモニターは日本語にも対応しています。ブルネイは国民の約8割がイスラム教を信仰しているイスラム教国です。モニターに流れる映像にもイスラム教の施設と思われる建物が続々と登場します。公用語はマレー語、表記は主にアラビア文字が使われています。11時45分出発です。しばらくして出てきた機内食は日本食。醤油味の鶏の煮物と白ご飯、チキンサラダとバターロール。食後はデザートにどら焼きがついてきました。どれも美味しかったです。出発からちょうど6時間、16時45分、ブルネイ国際空港に到着です。日本との時差はマイナス1時間。日本の方が1時間早く進んでいます。国全体が赤道に近いため、1年を通じて常夏の気候です。ブルネイ観光にはデジタル入国カード e アライバルカードの登録が必要です。入力する内容や申請の手順は結構変わったりするので、渡航する直前に検索して最新の情報を確認した方が良いかと思います。入力項目が多くちょっとめんどくささはあるものの、これを登録しておくことでスムーズに入国することができます。入国の手続きを済ませロビーに出てきました。国内線は飛んでおらず国際線のみなので複雑さがなくシンプルな空港です。SIM カードのお店や両替所があります。飲食店はケンタッキーがオープンしていました。混雑もなくゆっくりと過ごせそうです。空港を出てすぐ左手にあるのがフィリピンのファーストフードチェーン店ジョリビー。右手にあるのがモスク。小さな建物ですが、青いドーム状の屋根と3本のミナレットが美しいモスクです。空港にあるカウンターからタクシーを手配できたので、それに乗って移動します。料金は定額で20ブルネイドルでした。ちなみにブルネイの通貨はブルネイドルですが、シンガポールドルも同じレートで利用することができます。パサールガドンナイトマーケットにやってきました。ナイトマーケットというだけあって、昼間はまだ閉まっているお店も多いのですが、それでもなかなか賑わっています。大きな屋根の下にあるので、雨の日も安心して利用できます。市場の中ではカジュアルに猫ちゃんが寝ているので踏みつけないように注意。お弁当などが売っていて、外のベンチで食べることができます。お惣菜コーナー、カラフルな食べ物が並んでいます。焼き鳥屋さんが美味しそうだったので立ち寄ってみました。一串1ブルネイドル、115円ぐらいです。注文すると網で焼き直しをしてくれます。タレも塗ってくれていますね。スイカジュースも合わせて購入。早速買ったものを食べてみたいと思います。袋に入った見た目も完全に日本の焼き鳥のようです。醤油感の少ない焼き鳥という感じです。ここの市場は夕方からがより賑わうようなので、後ほど日が暮れた頃に出直すことにします。たくさんいる猫たちも営業前のようです。角のナイトマーケットのすぐそばにある橋を渡ると、歩いて行ける距離にショッピングモールがあります。
ここがブルネイで一番栄えているショッピングエリアのようです。ショッピングモールの脇にはローカル感のある広めのスーパーマーケットがありました。お菓子類が豊富に売っているのでお土産を買うのに良さそうです。レジでは現金で支払いをするときに少額の紙幣を求められたので、お札はできるだけ崩してから買い物をするのがいいかなと思います。通り沿いにあるお店の看板は公用語であるマレー語がアラビア文字で書いてあるみたいです。お腹が空いたのでジョリビーに立ち寄ります。空港にもありましたが、ジョリビーはブルネイで人気のファーストフード店のようです。地図で見るとかなりの数の支店があるようです。チーズバーガーのセットとチキンサンドを購入。チキンサンドは 5.5 ドル。スパイスが効いてかなり辛いです。チーズバーガーのセット 4.5 ドル。先ほどのガドンナイトマーケットに戻ってきました。昼間に来た時よりも明らかに賑わっています。お肉を焼くいい匂いが辺り一面に広がっています。お店の目の前でお構いなしで猫が伸びています。マーケットのあちこちに本当に多くの猫がいるのですが、どの猫も食べ物にいたずらをしたりしないでいい子にして共存しています。猫も人間も楽しめる平和なマーケットです。ナイトマーケットの場外にも夜はお店が出ています。フルーツドリンクがたくさん売っています。一つ買ってみることにします。フルーツ味かと思いきや、なんか甘いミルクティーでした。テータリックという伝統的なミルクティーみたいです。のんびりとしたひとときを過ごしました。ガドンナイトマーケットからタクシーを利用して今日泊まるホテルにやってきました。ジ・エンパイア・ブルネイ、世界に2つしかない7つ星ホテルの一つです。ナイトマーケットを満喫し、チェックインが夜8時になってしまいました。正直寝て起きるだけで利用するにはとてももったいない施設です。予約したお部屋はスタンダードルーム。ランクとしては一番低い客室ですが、それでも十分すぎるほど広々としています。アイロンなども完備。クローゼットの照明は腰掛けられるようになっています。ここはただの壁なので開かない。裏側に回るとベッドルーム。スタンダードルームでしたが、ベッドの周りの隙間が広く取られていてかなり快適です。ベッドの脇の冷蔵庫。中にはソフトドリンクがぎっしり入っています。これらはすべて追加料金なしで飲むことができます。イスラム教国のブルネイなのでアルコール類はありませんが、冷蔵庫に入っているドリンク全部飲んでいいよっていう状態だとさすがにテンションが上がります。こちらのガラス窓はバルコニーにつながるドア。他のホテルでは見ないような注意書きが貼られています。猿や蛇が入ってきてしまうため開けっぱなしにしないでくださいというようなことが書いてあります。こちらはバスルーム。トイレも当然のように広々としています。トイレの隣はシャワールーム。こちらはまあ普通ですね。ハンドシャワーと固定のシャワーが2種類ついています。アメニティも必要最小限揃っています。使用しているバスマットやバスローブは買うことができますよというようなことが書いてあります。バスルームの窓際には大きめのバスタブがあります。ボルネオ島の星空を眺めながらゆっくりとお風呂に入ることができます。時間は夜の10時。少し部屋でゆっくりしてもいいのですが、何しろ一泊しかしない弾丸旅なので、ホテルの中をあちこち散策してみたいと思います。こちらは吹き抜けのエントランス。2階部分のフロアはレストランになっていて、朝食のビュッフェはここで食べることができます。事前にホテルに連絡しておけば、アフタヌーンティーもここで楽しめるようです。次の日、朝になりました。早速朝食を食べに行きたいと思います。ビュッフェは宿泊費とは別で30ブルネイドル。この金額は宿泊時期によって前後します。この日は混雑していなかったので、食べたいものをゆっくりと選ぶことができました。気になったものを持ってきてみました。ビュッフェのお料理とは別にせいろのお料理がいただけます。上から見るとこんな感じ。
マレーシアの焼きそば、チャークイティオ。お米の粉からできている麺で、きしめんのような形をしています。甘辛でもちもちとした食感です。緑色が鮮やかなシューマイっぽいこちら、翡翠餃子と呼ばれる食べ物です。小松菜などで色付けされているらしい。せいろの下の段には春巻きなどの揚げ物類が入っていました。お好みでタレをつけていただきます。席からの眺め、ちょっと曇り空ですね。建物の上の方までガラス張りなので開放感抜群です。デザートはたっぷりの果物をいただきました。こちらはフルーツのヨーグルト、お砂糖が入ってなくて美味しい。さて、食事を済ませたのでホテルの敷地内を散歩します。ホテルの敷地面積は約180ヘクタール、東京ドーム約38個分の広さ。建物が大きすぎてうまくカメラに収めることができません。ホテルの建設にはブルネイ王室の意向が反映され、王宮並みに豪華な作りになっているんだそうです。敷地内の案内板、嬉しいことに日本語で記載されています。こんなにも広大な敷地なのに、どこを見渡しても汚れたところが一つもなく、とてもきれいに手入れがされています。小さな猿が2匹のんびり歩いています。よく見ると結構いる。ちょっと怖い。あまり近寄れません。ホテルの敷地内先端は美しい白砂のプライベートビーチ。カヤックやジェットスキーなどのウォータースポーツも楽しめます。海の透明度も抜群で、シュノーケリングも可能です。シュノーケリングでは、クマノミや角出しなど、カラフルな熱帯魚のほか、青ウミガメや、運が良ければ優雅に泳ぐマンタに遭遇することもあるんだそうです。猫みたいな佇まいで猿がいるのが面白い。金の装飾が美しいこの柱は50メートル以上あります。ホテルの中、大理石の通路はピカピカで、隅々まで手入れが行き届いています。このホテルはブルネイの王族のゲストを迎えるために利用されているので、寸分の隙のない格式高い作りになっているようです。先ほど食事をしたレストラン、上を見上げると天井はどこまでも高く、とにかく美しいです。館内にはお土産屋さんがいくつかあり、バスタオルやボールペンなどのオリジナルグッズが販売されています。お部屋に帰ってきました。引き出しの中には美しい表紙のコーラン。さて、もうチェックアウトの時間なので、無料のジュースを飲みながら荷造り。無料と聞いてここぞとばかりに飲んでいます。フリードリンクには牛乳もあります。こちらマレーシア製。チェックアウトを済ませてロビーに来ました。今日は13時から HIS の半日ツアーに参加します。ツアーでまず向かったのはこちら、イスタナ・ヌルル・イマン。ブルネイ国王の公邸です。世界最大級の宮殿の一つ。一般人は立ち入り禁止。入れないので門の間から覗き見をしています。ただ、年に一度ラマダン明けに一般市民に開放される日があるんだそうです。門の外から眺めていたら、ふと門が開き、車が入っていきました。車の台数的に偉い人ではないらしい。次の場所に移動します。ジャメ・アサール・ハニサル・ボルキア・モスクに来ました。壁の装飾が可愛らしいこちらのモスク。ブルネイ最大級のモスクです。整備された豊かな庭園と噴水があります。夜にはライトアップされるんだそうです。正面の入り口、ミナレットと呼ばれる塔は29本あります。モスクの周囲にいくつもあるベンチ、イタリア産の大理石でできているらしい。モスクの施設内はとても広く、敷地面積は東京ドーム約 1.7 個分もあるんだそうです。一般観光客の見学は礼拝の時間外のみになりますが、こうして周囲を散策するだけでも心が洗われるというか、とても良い気分になります。天井を見上げると、美しい八角形の装飾がいくつも施されていることに気づきます。
噴水の形も八角形。イスラムでは八角形は調和、無限、宇宙の秩序を象徴する形とされています。こうして離れてみると重厚感のある立派なミナレットです。ミナレットとは何かというと、礼拝の時間を周囲に呼びかけたり、遠くからでもモスクを見つけやすくするための目印とされたり、天に向かって伸びる塔ということで神とのつながりを象徴したりしています。モスクの中に入ってみます。大理石の床にも八角形の装飾が施されています。吹き抜ける風が心地いいです。中央にある階段から上を見上げるとステンドグラスのドーム。階段の脇には小さな噴水が設置されています。シャンデリアもある。ジャミ・アス・ハサナル・ボルキアモスクはイスラム建築の伝統的なデザインをベースとしつつ、西洋建築の影響を取り入れているモスクです。モスクのホールの中央階段脇には募金箱。なんと本格的な金庫でできています。大金を入れても安心ですね。扉にも八角形の装飾が施され、世界時計がかかっています。扉の先の部屋はメインホール、礼拝堂です。ここメインホールには約5000人のイスラム教信者が同時に祈りを捧げることができます。大きなドーム型の天井とシャンデリア。ドーム型の天井はイスラム建築の象徴で、礼拝時の指導者の声が美しく反響するよう設計されています。床には絨毯が敷き詰められており、一マスごとにモスクの絵が描かれています。先ほど外側から見た正面玄関に出てきました。さっきは気づかなかったのですが、エスカレーターが設置されています。足の悪い方でも訪れられるように配慮されているようです。ブルネイの主要なモスクでは基本的にバリアフリーの設備が導入されているんだそうです。ここはウドゥと呼ばれる施設。礼拝の前にここで体を洗浄し、精神を清め、神聖な礼拝の準備を整えます。美しく手入れされた素晴らしいモスクでした。マレー技術博物館に来ました。技術博物館という名前ですが、民族資料館です。ブルネイの伝統的な技術や生活様式を紹介する施設です。こちらはペラフという木製の小型ボートです。ブルネイの造船技術は水上生活に適した小型船を中心に発展してきました。今でも伝統技術は継承され、一部の職人が手作業で木の船を作り続けています。他にもブルネイの食生活や伝統的な住居が展示されていました。ブルネイに訪れた際にはぜひ立ち寄ってみてください。さて、移動して次はこちらのモスクに来てみました。スルタン・オマール・アリ・サイフディン・モスク。モスクの中央にそびえる大きなドームは純金で覆われています。また外壁や床にはイタリアから輸入した大理石を使用。建物はイスラムとヨーロッパの建築技術が融合した独特のデザインになっています。晴れた日はドームがピカピカに輝くらしい。モスクは人工の池の上に立っていて、水の上に浮かぶように建設されています。もう少しして辺りが暗くなるとライトアップされ、日中とはまた違った幻想的な雰囲気を楽しめるんだそう。モスクの内部、時間は限定されていますが、観光客でも入場することができます。ドームになった天井の装飾が美しいですね。このシャンデリアはイタリア製なんだそうです。ブルネイ国王の博物館にやってきました。ロイヤルレガリア博物館。ブルネイ国王にまつわる装飾品や衣装、各国からの贈り物などが展示されています。博物館の中は撮影禁止のエリアが多くありましたが、混雑しておらずゆっくり楽しめます。キラキラのこちらの装飾はロイヤルバンケットホールのジオラマです。ミニチュアなのにとてもよくできています。とても丁寧に作られた博物館でした。次の場所に移動します。ブルネイ川にやってきました。
次はこちらの水上タクシーを利用して水上集落カンポンアイールに訪れてみます。カンポンアイールというのは東南アジア最大の水上集落。人口は4万人弱、42の村が存在しています。この伝統的な水上集落、東南アジア最大級の水上都市とされ、約1000年以上の歴史を持ちます。なぜ水上に住んでいるのかというと、陸地に比べて涼しく快適な環境が作られているからなんだそうです。ほどなくして水上集落に到着しました。集落には約2万5000世帯ほどの家屋があり、それらはすべて木造で、地面から高い柱の上に建てられています。集落は水上にありながらも衛星放送やインターネットも利用できるんだそう。木の板の上を歩くのはちょっと怖い。当然ながら通路の横は右も左も水の上なので、落ちたらどうしようという緊張感が常につきまとっています。水上の上の小屋で飼育されている鶏。レガッタのトロフィーがたくさん置いてあるこちら。実際に生活している家屋を観光客に公開しているんだそうです。ここのお部屋はキッチンですね。キッチンの床には穴が開いていて、ここから排水ができるようです。こちらはダイニングっぽいお部屋でしょうか。ここからも排水できるようになっています。ここが家の正面玄関にあたる部分。小型の手漕ぎボートがいくつも置かれています。自家用車みたいな感じでしょうか。天気の悪い日は家を出るのもなかなか大変そうですね。こちらのボートはなかなか豪華です。こちらは広い応接間。ブルネイ伝統のお菓子を振る舞っていただきました。セルルというお菓子。ほんのり甘くてプルプルとしています。笹の葉に包まれた蒸しパンのようなお菓子。ふんわりと優しい甘い味がします。ブルネイに住む民族の歴史や生活習慣を身近に感じられた良いツアーでした。ツアーが終わってブルネイのショッピングセンターザ・モールで降ろしてもらいました。コーヒーのチェーン店コーヒービーンで一休み。タクシーで空港まで移動します。ブルネイの配車アプリはダートと言います。タクシーを利用する方は日本にいる間にダウンロードセットアップしておくのがおすすめ。基本的には日本の配車アプリと同じですが、現在位置の情報がずれがちなので、わかりやすい建物の前でピックアップしてもらうのが良さそう。さて、時刻は21時30分。無事タクシーに乗ってブルネイ空港に到着しました。これから深夜0時35分、ブルネイ空港を出発して朝7時30分に成田空港に到着する予定です。もう夜も遅いせいか売店がほとんどやっていないです。というわけで昨日も言ったけどジョリビーに来ました。ブルネイ空港のジョリビーは11時まで営業しています。ありがたい。空いてる店内で一休み。クリスピーチキンサンドイッチ。辛くなくてサクサクの美味しいチキンサンドです。こちらはチキンピタ。具材のお肉がしっかり入っていて食べ応えがあります。食事を終えて空港のベンチで時間を潰し、何やらキラキラしたゲートを抜けて出国の手続きに向かいます。ロイヤルブルネイのスカイラウンジにやってきました。ラウンジの中にはお祈りをするお部屋やシャワールーム、会議室などが設けられていて、このビュッフェのエリアはほとんど人気がなかったですが、シャワールームは人気のようで順番待ちの状態になっていました。こちらは小さな肉まんが入っていました。カスタード入りなどもあって美味しかったです。こちらにはフライ系の食べ物が置いてあります。もう夜遅いのでビュッフェの補充は十分ではありませんでしたが、ケーキやデザートなどもあって不自由なくフライトまでの時間を過ごせそうです。ラウンジでの休憩を終え、搭乗ゲートの前にいようと思います。時刻は深夜12時です。もっと早い時間だったらスタバも空いていたみたい。
しかもロイヤルブルネイの乗客であれば 10% オフになったみたいです。スターバックスは地域限定のお土産が豊富なので、次に来た時はぜひブルネイ限定のお土産が買いたいです。政府の方針として深夜営業をしないようになっているブルネイ。お店はやっていないけれど、自動販売機のラインナップがとても豊富です。スナック菓子も400円程度で購入できるので、自動販売機で最後にお土産を購入するのも良さそう。さて、飛行機に乗る時間になりました。深夜に飛行機はブルネイ国際空港を出発し、朝7時半、約6時間かけて成田国際空港に到着します。機内食は種類が選べたのでフルーツにしてみました。南国の甘くて美味しいフルーツが種類たくさんに入っていて満足度が高いです。ツナのサンドイッチもついてきました。機内食ってボリュームたっぷりなことが多いので、こういう胃がもたれないメニューが結構嬉しかったりします。飛行機の外の景色はほぼずっと海。特に何か面白いものが見えるとかはなかったです。到着前に2度目の機内食が来ました。こちらもフルーツをチョイス。お皿に盛られてやってきました。食事を食べ、ふと外を見ると、もう陸地が見えます。6時間はあっという間ですね。こうして行き来すると、ブルネイって日本からかなり行きやすいんじゃないかなって思います。朝の7時30分、成田空港に到着しました。飛行機は LCC ではないので乗りやすかったですし、疲労感も少ないです。海外旅行の第一候補にはあまり上がりづらいブルネイですが、成田からの直行便も出ていて治安も良く行きやすいので、旅行先として個人的にとてもおすすめです。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければいいね、チャンネル登録をお願いいたします。